家なしです。先日の任題で8月にスイッチ2版のリリースが発表されたファイナルファンタジー14。一体何者なのか、魅力は、弱点は。4年で400本以上14の動画を投稿した私が忖度なしでご紹介します。実はもう今 PC 版や PS5 版でタダでプレイできますし、データはスイッチ2版にも引き継ぎできます。おって思ったらぜひプレイしてみてください。早速本編どうぞ。まずはこちらをご覧ください。これはある平日昼のリムサロミンサーというゲーム内都市の様子です。これ全部リアルの人間が操作してます。というわけで14の概要。ファイナルファンタジー14とはスクエアエニックスが開発運営する多人数同時参加型オンライン RPG、いわゆる MMORPG で、プレイヤーは光の戦士、通称ヒカセンとなって、エオルゼアという世界を舞台に他のプレイヤーと協力交流しながら冒険するゲームです。稼働地域は日本、北米、欧州、中国、韓国。稼働14年目の老舗ながらアクティブプレイヤー数は推計70万人。国内 MMO ではぶっちぎりのトップ。全世界でも片手の指に入る人気タイトルです。国内国外のゲームアワードも継続的に受賞。特に異彩を放つのがプレイヤーコミュニティに対する高評価で、イギリスのゴールデンジョイスティックアワーズのベストゲームコミュニティを直近5年で4回受賞しています。私はこれまで人生で6つの MMORPG をプレイしていますが、体感の治安の良さは14がダントツです。よくマルチプレイは治安が怖いって尻込む人の声を X や YouTube のコメントで聞くんですが、大丈夫。 X や YouTube の方が100倍治安悪いです。多くの有名人がプレイしていることでも有名で、任題のナレーションを務めている中村雄一さんも声優としてのご登場だけではなく、プレイヤーとしても活動中。ご本人の配信見てる方はわかると思いますが、よく今日の夜固定だからとかおっしゃってますよね。固定っていうのは14で固定パーティーを組んでバトルコンテンツに挑むことの俗称です。少なくともその言葉が出るたびに毎日ログインされてるってことですね。14年も経てば普通は焦っていくはずなのに、なぜここまで勢いが続くのか。秘訣はアップデートの中身です。2024年の Xbox 版対応、26年のスイッチ2版対応とかいう、単に対応プラットフォームを増やして新規の門戸を広げるだけじゃなくて、来年1月には13年かけて培ってきた全21ジョブの操作を全部作り直す大ナタを振るったり、誰が予想できたかエヴァンゲリオンとのクロスオーバーコンテンツをリリースしたりと、既存プレイヤーも飽きさせない攻めの運営が構想している状況です。あと現金なこと言うと、スクエニは14を含む MMO 部門だけで営業利益173億、全体の5割近くを占めているまさに株式会社ファイナルファンタジー14状態で、そんな稼ぎ頭でこけるわけにはいかないっていう台所事情もあって、4月25日にスイッチ2版対応が初めて発表された時も、桐生社長自らアメリカのアナハイムに乗り込んで英語でサポートを約束したほど、それだけ本気ってことは今後もしっかりリソースを注いで運営を続けてくれる証だと言えるでしょう。最後に言い忘れましたが、名前の通り14は FF シリーズのナンバリング作品で、 FF のテーマパークを自称している通り、過去作のオマージュも積極的に取り入れています。なので過去作知ってるとニヤッとできるポイントが多いっていうのは事実なんですが、かといって過去作知らないと楽しめないような寒い内輪乗りは皆無です。14しか知らん非化戦も多数なのでご安心ください。概要そんなところで、続いてはそんな14の魅力をバトル、ストーリー、おしゃれの3つに分けてご紹介します。まずはバトル。14のバトルの面白さを体現するキーワードは2つ。ダンス、そして努力は裏切らないですが、まず14のバトルってどんなんなのかがわからんと伝わりようがないのでご紹介。14はプレイヤー同士で争う PVP 形式ではなく、プレイヤーがチームを組んで敵に挑む PVE 形式のバトルです。基本的にはボスバトルが主で1戦10分ぐらい、多くの場合8人で1パーティー編成して敵の攻撃を受け止めるタンクロールが2名、ダメージを回復したり、あるいはダメージに先立ってバリアで味方を守るヒーラーロールが2名、そして敵にダメージを与えることに全力を出す DPS ロール4名で構成されます。戦闘中常に攻撃やら防御やら回復アクションが使えるので、各々が切れ目なくずーっと使い続けつつ敵が仕掛けてくる攻撃に対処します。対処って何かっていうと、よくあるゲームだと敵の攻撃モーションを見てそれを頼りにみんなで避けるみたいなバトルを想像するかもしれませんが、14は敵への対処っていうのが特徴的で、いくつか例示するんですが、例えばこの攻撃、8人に円範囲上のマーカーがついた後、一定時間後にその円範囲にダメージが入るため、8人で被らないように3回します。14はヒーラーがいる関係で、ある程度の被弾は前提として攻撃が設計されています。今回のケースだと1人で食らう分にはセーフ、円範囲を被らせて2人分の攻撃をいっぺんに食らうと死ぬみたいなダメージ量になってる感じですね。逆にこっちの攻撃はマーカーがついた1人に一定時間後超スーパー痛い攻撃が来ます。1人で食らうと間違いなく死ぬんですが、その人の周りにあらかじめ他の人が集まっておくとダメージを頭回りできるので、8人集まって食らうと誰も死なずに済みます。さっきの攻撃は3回して対処しましたが、今回の攻撃は集合して対処する感じですね。14はこんな感じで、全員参回する、全員集合する、特定スポットに入る、特定地点から離れる、外周方向を向くなどなど、時には他人との位置関係に注意しながらいろんな動き方をして攻撃に対処します。
この8人全員で適切な動きをビシッと決めた時の気持ちよさがダンスに通ずるものがあって面白いんですよね。別にボイスチャットしてるわけじゃないけど、なんか俺たちやったったな感っていうのを通じ合う感じ。それともう一個特徴的なのが、敵の攻撃のタイムラインがほぼ固定である点です。例えば戦闘開始17秒で全体攻撃、26秒で3回が必要な攻撃、39秒で2名を対象とした攻撃って感じ。なのでトライ数を重ねれば重ねるほど分かりやすく上達できて、いつか必ずクリアできる。努力が裏切らない作りなんですよね。タイムラインが固定されてるって聞くと物足りなく聞こえる人もいるかもしれませんけど、まあ大丈夫。大人8人が週6で集まってもクリアに4ヶ月以上かかるような超ウルトラまずい高難易度コンテンツもあります。もちろんそれはプレイは任意です。ゲーム初めて勢からリーグオブレジェンドのトッププレイヤーまであらゆる層に好かれる幅広い難易度設計も14のバトルの大きな魅力です。私は14の中でバトルが一番好きなので、もう少し喋りたくなっちゃうんですが、この動画ではこの辺にしておきます。魅力2つ目、ストーリー。14に対して世間で最も評判が良いのはストーリーで、世界的イベントサウスバイサウスウェストのゲーミングアワーズではナラティブ部門を受賞。RPG 専用メディアのベストストーリーにも何度も選ばれています。そういう外部評価もいいとして、結局何が唯一無二なのかっていうと、一回の冒険者が世界を救うまでの道のりを一切の駆け足感なく描ききっている点です。この本、メインクエのテキストを全部収録したやつなんですけど、1ページに文字こんだけびっしり詰めてるのに立方体みたいなサイズになってます。伊達に10年近くリアル年月が経ってませんね。ゲーム内でも相当期間経過していて、登場人物も見るからに渋みが増しています。よくソシャゲだとガチャで収益を上げなきゃいけない都合上、メインクエでもピックアップキャラでーすみたいなキャラが代わり番号に現れては消えっていうのを繰り返しがちですけど、そういう収益モデルの呪縛から解き放たれてる14は、新キャラを適度に織り交ぜつつも、常連キャラの成長も丁寧に描いてくれるので、腰据えてキャラへの感情移入ですとかストーリーへの没入ができます。結果、私はメインクエで5回泣いてます。個人的に一番ありがたいのが、決して押し付けがましくないところ。累計900ページ以上ある世界設定本から察せる通り、ロアの作り込みは強烈なんですけど、ぶっちゃけ国家とか文化とか思想とか力関係とかあんまよくわかってなくても、ヒューマンドラマとしてシンプルに楽しめる。よくわからなくても楽しい。わかってるとより楽しい。っていう器の広さもストーリーやシナリオの妙なのかなと思います。もちろん娯楽溢れる時代、メインシナリオが200時間以上あるっていうのは一長一短なのは分かっていて、特に冒険者が小石を積み上げるフェーズにあたる最初のストーリー、新生エオルゼアは、今プレイするとしんどさを覚える人も多いんでしょうけど、でも良くも悪くもその重厚長大さっていうのはこのゲームでしか得られない体験なので、ぜひ一度とっついてほしいと思います。魅力2つ目、ストーリーは以上です。最後3つ目、おしゃれ。これだけバトル、ストーリーに並べる要素としてはちょっと言葉のレベル感合ってないんですけど、14の生活系要素の中で突出してるのがおしゃれなのでそう形容しました。競技、キャラクリの多彩さだけで言えば14に並ぶゲームはいくらでもありますけど、武器、頭、胴、手、脚、足、耳飾り、首飾り、腕輪、指輪、13年で28000種類実装された装備品の量についてはおそらく世界一で、単純な物量だけではなくて正統派のファンタジー衣装から東方、南国風の民族衣装、現代風のスーツとかワンピースまでラインナップも様々で、それに加えて撮影スポットも13年の蓄積があって、ゲーム内で足を運べるマップだけでも500エリア以上あるのと、でさらには14にはハウジングっていう自分で土地を買って家を建ててその中で装飾して楽しむ沼コンテンツがあるんですが、これまた2000種類以上ある家具とか調度品を使って撮影スタジオを自作して、でそこでプレイヤー同士合わせなんかやり出すからもう大変。ここまでバトルやらストーリーやら熱弁しましたけど、人によっては全部そっちのけで一生友達とおしゃれして撮影しては SNS に毎日アップしてる人もいます。おしゃれそのものもそうですけど、なんていうのかな、おしゃれを一環としていろんな交流が生まれていて、例えば別に性能としては大したことないんだけど、この同装備が可愛いから同装備ゲットできるバトルコンテンツ一緒に行こうとか、ストリート風のおしゃれをしてゲーム内のプレイヤー主催の DJ イベントに行くとか、あとちょっとおしゃれからずれますけど、装備品は名入りで自作できたりもするので、バトルコンテンツが好きなリアル彼氏に自分の名前入りの装備を作って渡してあげるとか、なんかおしゃれっていうか、おしゃれも含めたロールプレイですよね。MMO でなければ摂取できないゲーム体験ですので、ぜひ味わってください。バトル、ストーリー、おしゃれを含めたロールプレイ。ここまで14の魅力を3つの切り口から語りましたが、ホヨバゲーや名調など海外のトリプル A タイトルも楽しくプレイしている私だからこそ感じる14の弱点もありますので2点紹介します。弱点1つ目、月額課金制。珍しいですよね。数千円のパッケージ代に加えて一番安いプランで月1408円かかります。フリートライアル制度があるので、それを使えば最初100時間以上はパッケージ代も月額課金もなしに楽しめるんですが、それ以降は継続的にコストがかかる感じです。ただ私は正直これについては弱点だと思っていません。ガチャゲーやったことある人わかると思うんですけど、1キャラ迎
使えるのにいくらかかるんでしたっけ？無料石とか月パス分使った後とかだと1万5000円とかザラですよね。そのお金で1410ヶ月できます。14始めたらガチャゲー課金する暇なくなって金浮いたわってコメントもあるぐらい、1408円払うだけでそれ以上のペイトゥーウィン要素もなく、皆平等で無制限に遊べるっていうのは結果的にコスパ最強の趣味だと思います。ソースは4年以上課金している私です。あともう一個、月額課金制が構想している要素があって、治安がいいの絶対これのおかげだから。これは私がごちゃごちゃ言わずとも直感的に賛同いただけますよね。というわけで月1408円払って治安の良い世界で他の娯楽に金を払う暇がなくなるぐらい楽しみましょう。弱点一つ目は以上です。で、もう一個はガチの弱点です。コンテンツのリリース間隔が長い。ホヨバゲーや名調のバージョンアップの間隔は6週間ですが、14はおおむね 4.5 ヶ月です。厳密には 4.5 ヶ月の中でも 2,3 回ぐらいコンテンツ小分けにしてリリースされてますが、小分けにしてリリースしてるのは中華ゲーも一緒ですよね。資本が桁違いの中国企業との比較は酷ではあるんですけど、とはいえあっちの提供量になれると物足りなさを感じるのが正直なところです。なんですけど、この弱点、新規の方には当面関係ないんですよね。私も2022年に14始めて、で3ヶ月ぐらいでメインクエ最新まで追いついたんですけど、そこから2年ぐらい過去コンテンツ楽しみまくったんで、最新コンテンツの提供の遅さなんて2年間は1ミリも気になりませんでした。てか一生追いつかないから待ってって思ったぐらい。それに私は PVE バトル勢でユーザー間交流がおろそかな陰キャなんですが、PVP とかおしゃれとかハウジングとかそのあたり興味ある人はそれこそ毎日ログインして一生コンテンツ打ち込んで遊んでるので、別に気がついたら次の提供コンテンツ来てるけどそれ弱点じゃなくねって思ってる非課線も多いんじゃないかな。というわけで今私が喋った弱点があなたに露呈するのは早くても数年後だし、なんなら一生そう思わない説もあるので、結局この弱点もあんま気にしないでください。以上まとめると、14は14年目にして70万人の人口を誇る世界有数の MMORPG。魅力は3点。努力が実を結びやすいダンス感のあるバトル。一回の冒険者が世界を救うまでを駆け足感なく描き切った重厚長大なストーリー。28,000点以上のおしゃれアイテムをはじめとした生活系のロールプレイ。月1408円払って治安の良い世界で他の趣味に金かける暇がなくなるぐらい満喫しよう。供給は遅いけどそれ気になり出すまでに2年ぐらいかかるから、その間に築13年のテーマパークしゃぶり尽くそう。こんな感じです。一個強調したいのが、あくまでテーマパークなので興味あるとこだけ回れば OK です。私はほとんどバトルしかやってません。人によってはおしゃれしかやってません。今回の説明では網羅しきれませんでしたが、一生チャットしてるだけ、一生釣りしてるだけ、そんな人もゴロゴロいます。いろんな趣味思考の人を受け入れてるからこそ今の世界有数のプレイヤー人口に繋がっています。どれか1個でも引っかかる要素があれば楽しめるので安心してください。14は来年1月にパッチ 8.0 白銀のワンダラーが発売します。さっき言った通りメインクエ追いつくのにもすっごい時間がかかるので、来年1月に先輩ヒカセンと一緒に大型パッチを楽しむためにも8月のスイッチ2版発売は屈指の始め時です。さらに言うと8月のスイッチ2版までの間も PC や PS5 などでフリートライアル版をプレイすれば出費ゼロだし、シナリオの進行状況やキャラクターはスイッチ2版にも引き継げます。つまり今年8月まで待つ必要すらなく、今こそまさに始め時ってこと。気になった方は概要欄のリンクからぜひダウンロードしてください。何も見ずに進めるのもありですが、もしローストレスで進めたいのであれば私のスタートアップ動画を活用してください。もうちょい動画見て考えたいなって人はこっちでジョブやコンテンツを紹介してますので、次見る一本としてどうぞ。たまに配信で新規や初心者の質問に答えてますので遠慮なく質問してください。こんな感じで14の新規初心者の立ち上がりを世界一親切にサポートしていますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画投稿や配信通知は X でも行っています。そちらもフォロー何卒。一緒に14始めようぜ。おつげなし。